海道も海外テックのこれまじミントです。海外の AI 実験を自分たちの手で確かめる番組ミナです。今日はうちの DGX スパークで本当に回したゲーム AI の実験です。ゲーム AI って何のゲーム？ NG ワード当てゲームのタブーです。同じ AI を3000回対戦させて、そこで出た NG 違反のない勝ち試合だけを使って別の小さいモデルを鍛えてみました。3000回？それでどうなったの？学習前は勝率 20.6%、 学習後は 39.7%、 訓練にかかった時間は約18分です。18分の特訓で初めて見る単語にも強くなったってこと？今回使った教材は 35B が作った NG 違反のない勝ち試合です。それを 8B へ教えました。ほら、こんなヒント。何が変わったか全部見せます。これマジ？全部見せて。まずルールを1問だけ。私がヒント役、ミントが答える役をやります。目標語は伏せます。使えない NG 語が5つあって、それを言わずに目標語を連想させるヒントを出すゲームです。じゃあ出して。秋によく食べられる、皮ごとかじって食べることも多い甘いおやつ。リンゴ。正解です。しかも今のヒント、果物、赤い、丸い、木という NG 語を1つも使っていません。それが大事なんだ。そうです。判定は2つ別々にします。答えが目標語と一致したら勝ち、ヒントに NG 語が入っていなければ違反なし、両方揃った時だけクリーンウィンと呼びます。正解しても NG 語を1つでも漏らしたらクリーンウィンにはなりません。つまり答えを連想させる力と NG 語を避ける力は別の力ってことなんだね。そうです。うまいヒントというのは答えを連想させつつ NG 語を避けながら候補を絞れるヒントのことです。この2つの軸をこの後ずっと使います。さっきの 35B が勝ち試合を作ったってどういうこと？今回ヒント役も答える役も両方とも同じ 35B という大きいモデルに担当させました。セルフプレイという方法です。自分で自分と対戦するってこと？イメージとしては将棋部の部員が部内で先手と後手を交代しながら大量の練習対局をこなす感じです。今回は313個の日常名詞をあらかじめ練習用の250語と後で実力チェックに使う63語に分けておいて、練習対局にはこの250語だけを使いました。63語は最初から取っておくんだ。そうです。この250語だけで3000回対戦させました。勝ち、負け、NG 語漏れが次々混ざって積み上がっていきます。この 35B が後で出てくる 8B と同じモデルなの？別のモデルです。ここでゲームを3000回こなす 35B は教材を作る役、この後登場する 8B がその教材で学ぶ生徒役です。この先 35B は黄色、8B は緑で統一して出します。黄色い先生ロボが3000回対局してその記録を緑の生徒ロボが後で受け取るってことか。その通りです。3000回の対戦全部を 8B に教えるの？いいえ、ここで使うのがリジェクションサンプリングという選び方です。たくさん候補を作って条件を通った例だけを残す方法です。今回の条件は勝っていて NG 違反がない、つまりさっきのクリーンウィンだけです。3000戦のうち条件を通ったのは1461戦、割合にして 48.7% でした。3000戦やって練習帳に貼れたのは1461戦。先生、採用基準がしっかりしてるのだ。例えるなら3000枚の料理写真から注文通りに完成してアレルゲンも入らなかった1461枚のレシピだけを練習帳に貼るようなものです。なんでそこまで絞る必要があるの？勝った試合を全部見せればよくない？ 8B が真似する対象はその勝利につながった実際のヒント文そのものです。勝ったという丸印だけにとどまりません。カテゴリー、見た目、生息場所、用途、候補を絞る情報の組み合わせがこの1461選にはたくさん残っています。質のいい教材だけを厳選して渡してるんだね。この選別も万能ではありません。採点条件が拾わないタイプの間違いは教材にも評価にも残り得ます。これは後の章でもう一度触れます。いよいよ 8B の出番。何を教えたの？この図を見てください。黄色の 35B 先生が作った勝ち試合ノートを緑の 8B 生徒へ渡しています。今回やったのはこの一方通行の学習です。具体的には何をしてるの？ SFT という方法です。お手本の問いと答えを見せて次に出す言葉をお手本に近づける練習です。今回のお手本は目標語と NG リストとヒントを出す指示が入力、さっきのクリーンウィンのヒント文が出力です。 8B ってゼロから作ったモデルなの？ 8B はクエン 3、8B というもともと学習済みのモデルがベースです。そこへローラという方法で
薄い追加パーツだけを差し込みました。教科書は全部そのままで、そこに薄い付箋を足す感じ？回です。今回のその付箋に当たる部分、アダプターと呼びますが、容量にして 167MB でした。訓練はアンスロースという高速化ツールを使って、2エポック、174ステップ、DGX、スパーク実機で約18分。この18分は追加学習だけの時間で、さっきの3000線を生成する時間は含みません。仕上がった時点の訓練ロスは 0.219、トークン正解率は約 0.92 でした。そのロスとか正解率ってゲームの勝率のこと？違います。これは訓練中のお手本にどれだけ近づけたかという数字です。実際にゲームで強くなったかどうかはこの後の章で別のテストで確かめます。これで肝心のゲームの実力はどうなったの？ここで最初に分けておいた63号の出番です。ここからはうちの実験単一欄の結果です。この63号はローラ追加学習の教材には一度も入っていません。学習前の 8B と学習後の 8B で同じ63号同じ判定の仕組みを使ってヒント役だけを入れ替えて比べました。答える役はどちらも同じ元のままの 8B です。結果は勝率は 20.6%、13勝から 39.7%、25勝へ12勝増えて割合の差はプラス 19.0 ポイント、ほぼ2倍です。ほぼ2倍。クリーンウィン率は 11.1%、7勝から 27.0%、17勝へプラス 15.9 ポイントでこちらは2倍を超えています。 NG を漏らす方は NG 違反率は 28.6%、18件から 27.0%、17件へ差は1件分だけでほぼ横ばいです。伸びたのは答えを言い当てる力の方でした。ちなみに教材を作った 35B 先生の実力は？ 35B 自身は別の45のセットで自分と対戦した時勝率 85% でした。今回の63号とは条件が違うので単純には比べられませんが 8B にはまだ伸びしろがありそうです。ここからは実際に4つ一緒に当ててみましょう。63号の中から選んだ成功例です。分かった人は心の中でミントより先に答えてみてください。1問目、学習前の 8B が出したヒントはこれです。天体の一つで太陽と並ぶ存在。太陽系の何かかな？惑星？それとも太陽そのもの？広すぎて絞れないのだ。学習後のヒントはこうなりました。太陽の周りを公転する巨大な天体で銀河の一部を構成。公転してるなら惑星とか衛星の話だ。しかも銀河の一部ってことは太陽そのものじゃない。星。正解。目標語は星でした。学習前のヒントは答えを選べず負け、学習後のヒントは勝ちです。天体というだけの広さから具体的な手がかりが増えたことで答える役が絞り込めたようです。次。2問目、学習前は出汁をベースにした飲み物。飲み物？出汁系のドリンクなんて思いつかないのだ。学習後は野菜や肉を煮込んだ液体状の料理。飲み物だと思ったけどこれは料理の話なんだ。煮込むし液体状、スープ。正解です。飲み物という紛らわしい分類から材料、調理法、料理カテゴリという的確な情報に変わりました。この番組は AI が賢くなったという話を聞いたら自分たちの実験で中身を確かめます。今回みたいな検証これからも続けます。気になった人はチャンネル登録で応援していってほしいのだ。残り2問まだあるよ。3問目いきます。学習前は海で泳ぐ姿が可愛らしい。それだけだと魚でもイルカでも当てはまりそうなのだ。学習後は海や湖に生息する背中に硬い殻を持つ爬虫類。殻があって爬虫類。カメ。正解。乾燥中心のヒントから生息場所から生物分類という識別情報へ変わりました。最後4問目です。学習前は夜に光る小さな生き物が集まって作る模様。模様？それホタルとかちょっとご誘導されるのだ。学習後は水の中に漂い光を放つ独特の姿で知られる生物。水の中で漂って光るクラゲ。正解です。ご誘導しやすい情景描写から水中、漂う、発光という絞り込みやすい情報に変わりました。4問ともふわっとした連想から候補を絞れる特徴の組み合わせに変わってるね。そうです。ただこれは63問の中から選んだ代表的な4例です。この変化が63問全てに一律に起きたわけではありませんし、後のヒント文が科学的に完璧に正確だったと保証するものでもありません。実際に答える役が正解できたヒントというところまでが今回言えることです。ここまでの数字素直にすごいと思うけど確認しておきたいことある？気をつけたい点が2組あります。まず1組目、
自己改善に見える流れですが、今回の学習は 35B 教師から 8B 生徒への上流を含みます。教材を作ったのは強い 35B、 学んだのは小さい 8B。 一つのモデルが自分の出力だけで力をつけたという実証ではありません。しかも評価は63語という小さな集合、単一の欄、単一のシードです。今回のシグナルは一貫していますが、少ないサンプルなので統計的なブレの幅も広く見ておく必要があります。一般的な性能値の確定や他のモデルでも同じ率で効くという話には広げられません。なるほど、条件がかなり限定的なんだね。もう1組は NG 違反率です。 28.6% から 27.0%。 一見差でほぼ横ばい。伸びたのは答えを言い当てる力で NG 語を漏らさない力の改善は今回の結果からは強く言えません。それと今回のゲームは答える役が正解すれば点が入る設計なので、事実として正確かどうかはまた別の採点軸です。実際にはベッド、乗り物、長く低めのように表現しながら正解された例もありました。乗り物って言ってそれで正解しちゃったの？はい、目的の勝敗に合わせて言葉を選ぶという AI の性質がよく出た例です。この例からもゲーム勝利と事実精度は別々に測る必要があるとわかります。つまり今日の成功は学習に使っていない63語のゲーム成績が伸びたというところまでで、一般知識とか事実の正確さとかルールを完全に守る力とか、そこまで話を広げちゃダメってことだね。その通りです。そういえば AI 同士を戦わせて安全性を鍛えた回もあったよね。自己対戦つながりでそちらもリンクを出しておくので、気になる人は見てみてください。次はどんな実験をするの？大きく2つの方向を考えています。1つ目は学習のやり方を変える方向、純粋なセルフプレイの検証として、今度は同じ 8B だけに生成と学習を両方担当させて上流の効果を外すとどこまで伸びるかを見ます。合わせて NG 違反への明示的なペナルティも試したいです。違反をきちんと罰する審査役を置いて、勝率とルール遵守の両方を同時に伸ばせるか確かめます。もう一つの方向は評価そのものを強くする方向です。シードや評価語を増やして再現性を確かめる。そして答える役も一緒に学習させて、ヒント役だけを変えた今回との差を見る。この2つです。勝ち方のノートに加えてルールを守る力も一緒に伸ばせるかってことだね。それが次の問いです。うちの実験、単一欄63語で 8B の勝率はほぼ2倍まで伸びました。勝ち方のノートは聞いた。でもルールを守る練習はまだ伸ばせるのだ。次は同じ 8B だけで回した時と NG 漏れに点を引いた時を比べましょう。よかったら高評価とチャンネル登録もお願いします。解説はりなとミントでした。バイバイ。